どうも B スパイスインクです。今日は自家製のマスタードを作ります。サンドイッチやソーセージに合わせると抜群に美味しい調味料ですが、実は簡単にできちゃうんです。香りもいいですし、好みの味に調整もできるので一度チャレンジしてみてください。では早速作っていきます。消毒した容器にマスタード、塩、蜂蜜、お酢を入れていきます。マスタードは黒色の方が辛みが強いので、自分の好みに合わせて調整することができます。今回は黒が多めの3対2で合わせています。お酢につけたら蓋をして3日間放置して、マスタードにしっかりと水分を吸わせます。つける時間は短くてもいいですが、硬いので手で潰すときは大変かもしれません。お酢を吸ってぷくっと大きくなっています。これを潰して粘りを出していきます。どれぐらい潰すかもお好みで調整できるんですが、粒をしっかり残していると噛むたびにプチッとフレッシュな香りが広がりますし、よく潰すとねっとりと粘りのある仕上がりになります。潰せたら消毒した容器に移して1日か2日すると味が馴染んで角が取れるので食べ頃です。今回はせっかくなのでマヨネーズも手作りして自家製の粒マスタードマヨネーズに、それをサンドイッチにして食べようと思います。少しずつ油を足してしっかりと乳化させながら行うのがポイントです。めんどくさい時は市販のマヨネーズでも全然大丈夫です。キューピーのマヨネーズ美味しいですよね。一時期海外にいたんですけど、同僚と食事をする際、毎回キューピーのマヨネーズをねだられました。確かに海外のマヨネーズあんま美味しくないんですよね。当たり前すぎて気づかなかったですけど、キューピーちゃん感謝です。しっかりと混ぜながら乳化させたらだんだんともったりしてきます。最初に少しずつ油を足してしっかりと乳化させられたら、後半の方は一気に油を入れても分離せずにうまくいってくれます。マヨネーズができたら粒マスタードと塩コショウで調味します。これで粒マスタードマヨネーズが完成です。あとはこれをたっぷりとパンに塗っていきます。自家製なので余分なものは入っていないし、たっぷり塗っても少しだけ罪悪感軽めです。サンドイッチの中身にはソーセージやベーコンもいいですが、今回はハムを香ばしく焼いたらパンで挟んでホットサンドにしていきます。気持ち程度の野菜、サニーレタスも入れました。あとは豪快にプレス。これでカリカリになるまで焼くだけです。このホットサンドメーカーはフッ素加工で直火着脱可能、縁までカリカリに焼けるこだわりのアイテムです。ジューシーなハムにピリッとしたマスタードの辛みが効いていて最高に美味しいです。